今日は食べる豚バラスープを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は食べる豚バラスープを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、具材がたっぷり入った食べるスープを作っていきます。今回豚バラスープということで、豚バラを入れて、さらにその他のお野菜もたっぷり入れて作っていきたいと思います。ニンニクも入れるので、スタミナも抜群な美味しいスープです。ところどころ作り方にポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。豚バラ、キャベツ、もやし、ニラ、人参、しめじ、卵。具材はこちらの材料を入れていきます。まず今回ですね、食べる豚バラスープということで、豚バラの薄切り肉を使っていきます。こちら切り落としなどを使っていただいても OK です。そして具材に関しましては、こちらはお好みのものを入れてみてください。キノコ類を入れていただくと旨味もアップするので、キノコ類はね、ぜひ入れていただくといいかなと思います。そしてニラなどを加えていただくことで、もつ煮風の仕上がりになります。あとですね、卵も彩りに加えていきたいと思います。そして調味料とその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酒、みりん、お砂糖、鶏ガラスープの素、だしの素、塩、ごま油、にんにく、唐辛子、お水、塩、胡椒、こちらの材料で作っていきます。まずね、今回のポイントは鶏ガラスープの素と顆粒のだし、こちらの2種類のだしを入れていきます。そうすることで旨味の相乗効果が生まれて、とても美味しい仕上がりになります。ちなみにこのだしの素は今回私は鰹だしを使ってます。こちらはですね、お好みで昆布だしでも OK です。お好みの方を使ってみてください。そしてあとですね、唐辛子も加えるんですが、辛いのが苦手だったりとか、あとはお子様が召し上がる場合はこちらの唐辛子は抜いて作ってください。あとですね、ちょっとピリ辛にしたい場合はここにプラスラー油などを入れていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは具材を切っていきます。まず最初にキャベツですね。キャベツはこの芯をまず切り落としてください。切り落としたらキャベツはざく切りにしていきます。食べやすい大きさに切ってください。まずこんな感じで3等分に切ったらくるっと回転させて2等分から3等分に切っていきます。はい、キャベツはこのようにざく切りしてください。それでは続いて人参です。人参はね、まず皮を剥いてください。はい、皮を剥いたらまず 5mm 幅で薄くスライスします。スライスしたらこのね、スライスした面を下にして固定します。このまま薄切りにしていきます。厚みだいたい 5mm 弱ぐらいですね。そのぐらいの厚さで切っていきます。はい、あとは縦に細切りしましょう。はい、人参はこのように切ってください。続いてしめじです。しめじは根元を切り落とします。あとはね、手でほぐしてください。はい、しめじの準備はこれで OK です。それでは続いてニラを切っていきます。ニラはですね、さっと水洗いして水分を切ってください。そして根元をまず切り落とします。そしたら半分にまず切って、そして切り口を揃えてだいたい4センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、ニラはこのように切ってください。続いてもやしです。もやしはざるにあけてさっと水洗いして水を切っておきます。続いてニンニクです。ニンニクは薄切りしていきます。だいたい 5mm 幅ぐらいで切っていきましょう。はい、そしたらですね、ニンニクはこの真ん中のニンニクの芽ですね、こちらを取り除きます。これはえぐみの元になるので必ずね、取り除いてください。このようにね、爪楊枝を使っていただくと簡単に取り除くことができます。ではね、残りも同じように取り除いていきます。はい、ニンニクはこれで OK です。続いて唐辛子です。唐辛子はまずね、こちらを半分に切ってください。そして種を取り除きます。あとはね、切り口を揃えて、こちらをね、キッチンバサミで輪切りにしていきます。はい、このように切ってください。唐辛子に関しましては、すでに輪切りになってるものも売ってるので、そちらで代用していただいても大丈夫です。続いてお肉です。お肉はですね、だいたい 4、5 センチ幅で切っていきます。はい、切ったら
らですね、豚肉に塩コショウを振って下味をつけます。軽くで OK です。全体につけましょう。この時に少しね、お肉自体もばらつかせておいてください。はい、お肉の準備はこれで OK です。続いて卵です。こちらはボウルに割り入れます。そして溶きほぐします。はい、卵はこれで OK です。ここにね、少し味付けしていただいても OK です。私はね、今回このまま使っていきます。それでは続いて具材を炒めていきます。まずお鍋にごま油です。そしてここにニンニクです。これでまず火にかけましょう。火加減は中火です。まずね、ニンニクの香りが出るまで加熱していきます。はい、でこのようにニンニクがじわじわっとして香りが出てきたら、ここにお肉を入れてください。そしてお箸でお肉をほぐしながら炒めていきます。火加減は中火から弱めの中火で調整してください。このようにね、まずお肉を炒めてお肉の旨味を出してください。8割ぐらいね、火が通ったら一旦このまま焼いていきます。そして軽く焼き色をつけます。焼き色を少しつけていただくことで旨味がアップしていきます。この時は火加減中火にしてください。はい、で少しね、焼き色がついてきたらもう一度混ぜましょう。本当にね、軽く焼き色つけるぐらいで OK です。あんまりね、焼き色つけすぎると今度はニンニクが焦げてしまうので注意してください。はい、OK です。そしたら一度火を止めます。今ね、炒めたお肉は一度取り出してください。そうすることでお肉の柔らかさをね、キープすることができます。なのでお鍋の中には豚肉のね、旨味だけを残していくイメージです。お肉はね、このように一度バットに開けてください。本当にね、このぐらい少し焼き色がつくぐらいまで焼いてください。そうしましたらですね、このお鍋の中に今度はお野菜を入れていきます。まずはですね、キャベツ、そしてしめじ、あとは人参、もやしとニラはですね、食感を残すために後から入れていきます。そしたら火にかけてください。火加減中火です。これで一度ね、お野菜にしっかりと油を回してください。そしてね、軽く炒めていきます。で野菜もね、こうやって炒めることで旨味がね、だんだん出てきます。より旨味を出すためにね、少し塩をね、1つまみぐらい入れてください。炒めていきます。塩をね、少し振りかけると野菜から旨味が出やすくなります。はい、で少しね、キャベツがしんなりしてきたら、ここにもやしを加えます。そしてまたね、炒めてください。もやしもだいたい5割ぐらい火が通ったら、ここにお酒を入れます。あとはお砂糖、そしてみりんです。これで一度混ぜてください。最初にね、甘みを入れていきます。そうすることで味わいに深みが出てきます。1分ほど炒めたら、今度は鷹の爪を入れてください。そしてここにお水を入れます。そして鶏ガラスープの素、だしの素、そしてこちら取り出しておいたお肉を戻し入れてください。お醤油はね、まだ入れなくて OK です。これで一度混ぜてください。このままですね、一度沸騰させましょう。火加減は中火です。はい、クツクツしてきました。そうするとね、少し上にアクが出てくるので、アクは取り除いてください。はい、沸騰したら一度火を止めます。そして味付けの仕上げ、お醤油です。こちらを加えて混ぜましょう。そして塩で味を整えます。こちらはお好みです。はい、で最後の仕上げですね。こちら最初に卵を入れて、その後にニラを入れていきます。卵を入れる時はね、鍋の中を沸騰させてください。このようにね、グツグツさせた状態で箸を伝えながら卵を回し入れていきます。加えたらですね、動かさずに一度待ちましょう。はい、で15秒ぐらいしたらお玉などでふわっと混ぜていきます。そうすることで卵自体がね、ふわっとした仕上がりになります。混ぜたら最後ですね、仕上げにニラです。ニラはね、食感を残すために一番最後に入れてます。さっとね、茹でましょう。はい、もうね、15秒ぐらいで OK です。火を止めます。これで食べるスープの完成です。それではですね、器に盛りたいと思います。
はい、これで食べる豚バラスープの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお肉も柔らかくて美味しそうに仕上がってます。そして最後に入れたニラもシャキシャキな食感に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。お肉がすごく柔らかくて、スープにお肉の旨味が染み込んでてすっごく美味しいです。もう具材がいっぱいで食べ応え抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の食べる豚バラスープのポイントです。まずお野菜なんですが、野菜に関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。特にキノコ類を入れていただくと、キノコからも旨味が結構たくさん出るので、キノコ類は入れていただくのがおすすめです。そして豚肉なんですけれども、今回は豚バラスープということで、豚バラの薄切り肉を使いました。こちらは切り落とし肉を使っていただいても大丈夫です。切り落とし肉の方がね、ちょっとお値段もお安いので、そちらを使っていただくのもいいかなと思います。そして豚肉はですね、だいたい 4,5 センチ幅に切ってください。そして塩コショウで軽く下味をつけて、その後焼いていくんですけれども、豚バラはですね、一度焼いたら一旦取り出してください。そのままずっと野菜と炒め続けるとお肉が硬くなってしまいます。なので一度取り出したらですね、豚バラから出た油で野菜を炒めてください。そうすることでお野菜にも豚の旨味が入ってとても美味しい仕上がりになります。そして具材を入れ終わったらお水などを加えて、そして一度沸騰させてください。沸騰したら卵を加えるんですけれども、卵を加えるときはですね、お鍋の中がクツクツの状態で加えるようにしてください。加えた後はすぐ混ぜずにちょっと固まるまで待ってから混ぜるようにしてください。そうすることでふわっとした卵に仕上がります。そしてニラなんですが、ニラは最後に加えるようにしてください。そうすることでシャキッとした食感も楽しめて、かつ彩りも良くなります。今回は唐辛子も入れてるんですけれども、唐辛子を加えるとピリッと辛くなるので、辛いのが苦手だったり、あとはお子様が召し上がる場合はこちらは除いて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は食べる豚バラスープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。